はい、皆さんどうもこんにちは。今日は、待望ではないかもしれないんですけども、ホイール会になります。テーマはタイトルの通りなんですけども、鉄下駄から卒業。初めてのホイール交換はね、どんなホイールを選べばいいかという話をしていきたいと思います。エントリーロードを買った人とか、別にね、いわゆるミドルグレード、ハイグレード、なんでもいいんですけども、ちょっとホイール交換したいなってしばらく乗ってるとね、出てくると思います。はい。で、いざホイールのサイトを見てみるといろんなホイールがありますよね。例えばこういういわゆるセミディープなホイール、そしてこういうですね配当の低めのやつですね、超軽量タイプのホイールと、そしてちょっと今僕は持ってないんですけども、いわゆるディープなホイールですね。はい、この3つの種類があると思います。ざっくりとですけどね。今回はこの軽量タイプ、セミディープ、ディープホイール、どれを最初に選ぶべきかというところをね、やっていきたいと思います。はい。まずですね、ホイールを選ぶときはですね、物事何でもそうなんですけども、自分のライドスタイルはどうなのかなっていうのをまず見極めることが大切です。具体的にはそうですね、過去半年、過去1年、自分どういうとこ走ったかなっていうのを復習してみてください。例えばヒルクライムめちゃくちゃ多いなとか、いやポタが多めだったなとか、クリテリウムレースめちゃくちゃ出てたなと、いろんなそのライドの履歴が残っていると思います。はい、頭の中でもいいし、ストラバのデータ見てもいいです。はい、今回の場合の用途がとりあえずいい感じのホイールに変えてみたい。もともと今生えてるの鉄下駄と呼ばれるいわゆる超頑丈な、重いホイールなんだけども、ちょっとこういいホイールに変えてみたいなみたいな、それが5万円以内だったり10万20万、価格差はいろいろあるんですけども、何でもいいからとりあえず変えたいなという方はですね、とりあえず僕のおすすめはこういういわゆる超軽量なタイプのホイールがおすすめです。はい、またはセミディープ、こっちでもいいんじゃないかなと思います。どっちかかなと思います。なぜこういうですね超軽量タイプがいいかというとですね、守備範囲がとても広いからです。はい、100% に近い性能をね発揮できる機会がとても多いのがこの超軽量タイプになります。でもその前にあれですね、初心者の方に軽く言いますと、ディープリムとか軽量タイプとかああだこうだ言ってますけども、軽量タイプっていうのはざっくりと言うと、ここのリムのハイト、この高さが低いもの、そして軽いやつ。対してディープリムっていうのはここのハイトが結構高いやつですね。ごついやつです。セミディープっていうのはその間、いいとこ取りをしたモデルになります。ディープリムがおすすめじゃないというか、初めてで特に目的ないのにディープ選ぶのはちょっとっていうのはですね、守備範囲が狭いからです。ディープホイールっていうのは空力性能を重視したホイールになります。具体的には速いスピードをなるべく少ない力で空気抵抗を少なくして巡航しやすくしますよっていうのがディープホイールの特徴なんです。ディープホイールの恩恵を得られる速度っていうのは一般的には40キロ超えてからぼちぼち効き始めるかなというふうに言われてます。リム自体はねかなりごつくなって、このハブとリムの間のこのスポークが短くなるんですよ。なので非常にね強度も上がって、もうゴリゴリ踏んでもたわむことがないですよといったようなメリットもあるんですけども、ライドの時にですね、どれだけ40キロオーバーを出し続けられる平坦があるかどうかって言われたら結構限られてると思います。信号があったりとか、上り坂があったり下り坂があったりとか、なかなかずっと平坦を走り続けられるシチュエーションっていうのは結構少なめだと思います。ディープルームのホイールはやっぱハイト使ってる素材が多くなる分重くなります。重くなるってことはやっぱり漕ぎ出しがやっぱりちょっとよっこらしょって感じで重くなりがちですし、当然ね上り坂ヒルクライムなんかでもホイールが重くなる分やっぱりきつくなってきます。海沿いとか行くとね、横風とかね風がすごいと思うんですけども、ここが太い分ですね、風の影響を受けやすくてですね、結構吹っ飛ばされやすくなります。トライアスロンとかそういった平坦メインのレースで何十キロもずっと信号なしで走れるシチュエーションが多いところであれば活かせるんですけども、普段のライドでは結構活かせるシーンが少なめっていうのが正直なところです。ただ一個いいところを言うと、めちゃくちゃかっこいいんですよ、ディープリムは。これはねディープじゃないんですけども、とにかくごつくていかつくてかっこいいんですよ。いかにも速そうって感じの見た目がいわゆるディープホイールの特徴ではあります。
先ほどね、40キロ以上出さないと恩恵が得られないって言いましたけれども、ただそこに鎮座しているだけでめちゃくちゃかっこいい見た目になるので、ある意味時速0キロで本領発揮ができるホイールではあります。はい。そういった意味ではね、魅力的なホイールにはなりますと。一方、こういった軽量ホイールですね、軽いホイールと言われるタイプのものは、ディープリムと比べていわゆる使えるシチュエーションっていうのは結構多いです。具体的にどういうシチュエーションかというと、やっぱり軽量ホイールっていうとやっぱ上り軽いんでしょみたいなイメージがあると思います。その通りです。上りが軽くなって、結局辛いには辛いんですけど、今までと同じパワーで走れるスピードが多分変わってくるのかなと思います。今まで200ワットがマックスだった人がホイール変えるだけで200ワット出すと数キロ多分上り速くなるんじゃないかなと思います。勾配にもよると思いますけどね。いずれにしろ上りは良くなりますよと。で、プラスホイールが軽くなる分ですね、ストップオンドゴ加速力が結構上がると思います。例えば信号待ちの多い、いわゆる例えばね、ブルベなんかやってる人なんかは信号峠とかね、よく言うと思いますけども、そういったところでも止まってスタートして止まってスタートしてっていう、シチュエーションに対して結構強いです。はい。なるべく少ない力でトップスピードまで持ってきやすいホイールであるのかなと思います。これらのシーンっていうのはですね、ロングライドとかポタリングとかそういったいわゆるサイクリングのシーンで結構使えるんですよね。普段のライドでも活かせるシチュエーションが多いので、ホイールの性能をね結構活かすことのできるタイプになります。なので初めて変えるとか鉄下駄から卒業するにはやっぱ全然違うわーって感じやすいホイールは間違いなくこういった軽量ホイールなのかなと思います。なので平坦巡航40のシチュエーションっていうそういったコースがうちの近くにたくさんあるんですよねっていう人以外はこういったタイプがおすすめですね。結構ですね、こういうリムハイトが小さいホイールもこのスポークのテンションをバッキバキにしてすごい合成感のあるホイール出してるメーカーもたくさんありますので、リムハイトが低いイコールでよくたわむんでしょうとかそういうのはですね、そこまで意識しなくていいと思います。もうガッチガチのホイールいっぱいあります。00とかすごいバッキバキなのでたわむことはほぼないんじゃないかなと思います。個人的にはせっかくねホイールって言っても安いものでもね3万5万、高いものだとね20万とか30万とかするんですけども、高いお金を出すならやっぱりその性能に見合った効果を期待したいと思うのが普通だと思うし、たくさん恩恵の受けることのできるホイールを選ぶのが初めてのねホイールだったらいいんじゃないかなと思います。はい。さっきディープリムとこの軽量タイプのねホイール紹介しましたけども、その間に属するのがこういったセミディープのホイールになります。ディープとローハイトのいいとこ取りをしたホイールがこのタイプになります。各社たくさん出してます。見た目もちょっとハイトが高いのでディープっぽくてかっこいいし、でも重量もそこそこ軽いというようなホイールになります。やっぱこのロードにつけた時の見た目もこだわりたいですよねと。またそこそこね、軽いホイールで上りも軽快に走りたいよっていう、いわゆる見た目も中身もこだわりたいっていう人はこういったホイールが結構おすすめです。レースなんかでもやっぱり万能ホイールで使ってる人が多いんじゃないかなと思います。結局じゃあどのホイールを選べばいいのってなると、もう予算別でも全然違うと思うし、目的によっても違うと思うし、この動画で全部お答えすることは難しいんですけども、とりあえず第一ステップとして初めてホイール変えたいんですっていうんであれば、今話した内容をね参考にしてみてください。多分ね YouTube で検索すれば10万以内でおすすめのホイールとかゴロゴロ出てくると思うんで、他の人の動画を参考にしてみるといいと思います。僕も機会があれば、需要があれば軽くお話できればなと思います。僕もそんなにモリモリホリ試したことはないですけども、そこそこ履いたことはあるので多少なら話せるかな。でも結局ね、予算が5万から10万になると大体もうこれねっていうにはなっちゃうんですけども、いろいろ調べてみてくださいと。そんな感じですね。軽くまとめます。初めてのホイール交換、どんなホイールを選べばいいのってなった時は、個人的にホイール変えてめっちゃ良かった、超軽い最高って味わえるのはこの軽量タイプのものになります。リムのハイトが低くてもちょっと高くてもいいんですけども、いずれにしろ軽いホイールを選ぶと全然走りが変わります。はい。500g でも全然違うんで、ぜひぜひ試してみてください。はい。ちなみにですね、これ見るとですね、ハイトの高さは違うんですけども、セミディープと軽量のホイール、タイヤのサイズが全然違うので、パッと見はそんなに分かんないですよね。こっちはリムが高いけど、これ 25C なんですけど 25C だからタイヤはちょっと小ぶりで、こっちはタイヤは 32C と結構太めなんですけどもハイトは低いということで、意外にタイヤを変えることでですね、
このボリューム感っていうのは出せますので、リムハイト低くて見た目がちょっとなっていう人はタイヤを変えてみると面白いかもしれません。もしもですね、今回の動画すごいね参考になったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画をお楽しみに。